今日は、なぜ日本には公共のゴミ箱がほとんどないのかというテーマについてお話しします。日本を訪れた外国人旅行者が驚くことの一つが、街中でゴミ箱を見つけることの難しさです。東京や大阪のような大都市を歩いていても、飲み終わったペットボトルやコーヒーカップ、お菓子の袋などを捨てられる場所がなかなか見つかりません。初めて日本を訪れた人の中には、日本はとても清潔な国だと聞いていたのに、なぜゴミ箱がないのだろうと不思議に感じる人もいます。実際に旅行サイトや SNS では、日本旅行で一番困ったことはゴミ箱を探すことだったという感想を見かけることがあります。しかし、その一方で多くの旅行者は別のことにも驚きます。それは、日本の街が非常にきれいだということです。ゴミ箱が少ないにもかかわらず、道路や歩道にゴミが落ちていることはあまりありません。通勤時間の駅周辺や人が集まる繁華街でさえ、比較的きれいな状態が保たれています。世界にはゴミ箱がたくさん設置されている都市もあります。しかし、そのような都市でも路上にゴミが散乱していることがあります。一方、日本ではゴミ箱が少ないにもかかわらず、街はきれいです。なぜこのような状況が生まれたのでしょうか。その理由を理解するためには、日本の歴史や文化、教育、そして人々の生活習慣について知る必要があります。まず知っておきたいことがあります。それは、日本が昔からゴミ箱の少ない国だったわけではないということです。現在の日本しか知らない人は、昔から街中にゴミ箱がほとんどなかったと思うかもしれません。しかし、1980年代から1990年代にかけては、現在よりも多くのゴミ箱が設置されていました。駅のホームや改札の近く、公園、商業施設などにはゴミ箱がありました。また、自動販売機の横には空き缶やペットボトルを捨てるためのゴミ箱が設置されていました。当時の日本では、駅で弁当を買ったり、自動販売機で飲み物を買ったりすることが今以上に一般的でした。そのため、公共の場所にゴミ箱を設置する必要があったのです。では、なぜそのゴミ箱が減っていったのでしょうか。その理由の一つとしてよく挙げられるのが、1995年に発生した東京地下鉄サリン事件です。1995年、日本社会に大きな衝撃を与える事件が発生しました。東京地下鉄サリン事件です。この事件では、多くの人が被害を受け、日本中が大きな不安に包まれました。この出来事をきっかけに、日本では公共の安全に対する考え方が大きく変化しました。駅や公共施設では、危険物が置かれる可能性のある場所について見直しが行われました。その結果、一部の駅ではゴミ箱が撤去されるようになりました。もちろん、現在のゴミ箱不足をすべてこの事件だけで説明することはできません。しかし、この事件が公共のゴミ箱を減らすきっかけの一つになったことは確かです。現在でも駅に設置されているゴミ箱を見ると、透明な素材が使われていることがあります。これは中身が見えるようにするためです。しかし興味深いことに、日本人はゴミ箱が減った後も大きな混乱を起こしませんでした。なぜなら、多くの人が別の考え方を持っていたからです。その考え方とは、自分が出したゴミは自分で持ち帰るというものです。これは法律ではありません。しかし、日本では子供の頃から自然に学ぶ価値観の一つです。例えば、小学校の遠足では、ゴミは持ち帰りましょうと先生から言われることがあります。お弁当の容器やお菓子の袋を自分のバッグに入れて持ち帰ることは、ごく普通のことです。また、お花見や地域のお祭りなどでも、自分が出したゴミは自分で片付けるべきだと考える人が多くいます。もちろん、全員が完璧に守っているわけではありません。しかし、多くの日本人は幼い頃から繰り返し同じ考え方に触れているため、大人になっても自然に実践しているのです。
その背景には日本独特の教育も関係しています。日本の学校には海外の人が驚く特徴があります。それは生徒自身が学校を掃除することです。多くの国では学校の清掃は専門のスタッフが担当します。しかし日本では生徒が教室や廊下、階段を掃除します。学校によってはトイレ掃除を行うこともあります。掃除を通じて生徒たちは自分たちが使う場所を自分たちで維持するという考え方を学びます。また自分が散らかしたものは自分で片付けるという意識も身につけます。この経験は大人になってからの行動にも影響を与えていると言われています。町の清潔さは法律や罰則だけによって維持されているわけではありません。人々の価値観や習慣も大きな役割を果たしているのです。一方で近年はコンビニエンスストアのゴミ箱も減っています。以前は店舗の入り口付近に大きなゴミ箱が置かれていることがよくありました。しかし現在では店内に移動されたり完全に撤去されたりするケースが増えています。その理由の一つは家庭ゴミの持ち込みです。本来コンビニのゴミ箱は店で購入した商品のゴミを捨てるためのものです。しかし一部の人が家庭で出た大量のゴミを持ち込むようになりました。またゴミの処理には費用がかかります。コンビニ側にとっては大きな負担になるためゴミ箱を減らす店舗が増えていったのです。さらに近年では防犯や安全対策の観点からも見直しが行われています。こうした状況を見ると日本人はとてもマナーが良いと考える人もいるかもしれません。確かに日本では公共の場所でゴミを捨てないように心がけている人が多くいます。しかし日本人が特別に完璧というわけではありません。観光地ではポイ捨てが問題になることもありますし、イベントの後に大量のゴミが残されることもあります。実際日本国内でもマナーの悪化を心配する声は少なくありません。つまり日本人だから必ずマナーが良いというわけではなく、社会全体として清潔さを大切にする文化が比較的強いということなのです。日本の公共意識が世界的に注目された出来事があります。それはサッカーのワールドカップです。試合が終わった後、日本人サポーターが観客席のゴミを拾って帰る様子が海外メディアで大きく報道されました。多くの外国人は、なぜ自分たちが出したわけでもないゴミを拾うのか、と驚きました。しかし日本人にとっては、それほど特別なことではなかったのかもしれません。自分たちが利用した場所をきれいにして帰るという考え方は、学校生活や地域活動を通して自然に身につくことがあるからです。もちろん全員がそうするわけではありません。しかし、その行動は日本社会の価値観を象徴する出来事として世界中で注目されました。近年、日本は多くの外国人観光客を迎えています。観光客の増加は経済にとって良い面もありますが、新しい課題も生み出しています。その一つがゴミ問題です。京都や富士山などの人気観光地では、観光客が増えたことでゴミの処理が課題になっています。特に外国人観光客の中には、日本のゴミ箱事情を知らない人もいます。そのため、ゴミ箱が見つからず困ってしまうことがあります。このような状況を受けて、一部の自治体では観光地周辺にゴミ箱を増やす取り組みも始まっています。つまり、日本社会も少しずつ変化しているのです。では、今後の日本はどうなるのでしょうか。安全対策やコストの問題を考えると、かつてのように大量のゴミ箱が街中に戻る可能性は高くないかもしれません。しかし、観光客の増加や国際化の進展によって、必要な場所には新たなゴミ箱が設置される可能性があります。日本は今、清潔な街を維持しながら、より多くの人が利用しやすい社会を目指しています。日本にゴミ箱が少ない理由は、一つではありません。東京地下鉄サリン事件による安全対策、ゴミ処理のコスト、コンビニの運営上の問題、
そして自分のゴミは自分で持ち帰るという文化や教育、これらのさまざまな要素が重なり合って現在の日本の姿が作られています。そして興味深いことに、日本の街の清潔さはゴミ箱の数だけによって支えられているわけではありません。そこには人々の習慣や価値観、そして長い時間をかけて築かれてきた社会の仕組みがあります。もし将来日本を訪れる機会があれば、ぜひ街のゴミ箱にも注目してみてください。きっと日本社会について新しい発見があるはずです。ありがとうございました。今日はなぜ日本には公共のゴミ箱がほとんどないのかというテーマについてお話しします。日本を訪れた外国人旅行者が驚くことの一つが、街中でゴミ箱を見つけることの難しさです。東京や大阪のような大都市を歩いていても、飲み終わったペットボトルやコーヒーカップ、お菓子の袋などを捨てられる場所がなかなか見つかりません。初めて日本を訪れた人の中には、日本はとても清潔な国だと聞いていたのに、なぜゴミ箱がないのだろうと不思議に感じる人もいます。実際に旅行サイトや SNS では、日本旅行で一番困ったことはゴミ箱を探すことだったという感想を見かけることがあります。しかし、その一方で多くの旅行者は別のことにも驚きます。それは、日本の街が非常にきれいだということです。ゴミ箱が少ないにもかかわらず、道路や歩道にゴミが落ちていることはあまりありません。通勤時間の駅周辺や人が集まる繁華街でさえ、比較的きれいな状態が保たれています。世界にはゴミ箱がたくさん設置されている都市もあります。しかし、そのような都市でも路上にゴミが散乱していることがあります。一方、日本ではゴミ箱が少ないにもかかわらず、街はきれいです。なぜこのような状況が生まれたのでしょうか。その理由を理解するためには、日本の歴史や文化、教育、そして人々の生活習慣について知る必要があります。まず知っておきたいことがあります。それは、日本が昔からゴミ箱の少ない国だったわけではないということです。現在の日本しか知らない人は、昔から街中にゴミ箱がほとんどなかったと思うかもしれません。しかし、1980年代から1990年代にかけては、現在よりも多くのゴミ箱が設置されていました。駅のホームや改札の近く、公園、商業施設などにはゴミ箱がありました。また、自動販売機の横には空き缶やペットボトルを捨てるためのゴミ箱が設置されていました。当時の日本では、駅で弁当を買ったり、自動販売機で飲み物を買ったりすることが今以上に一般的でした。そのため、公共の場所にゴミ箱を設置する必要があったのです。では、なぜそのゴミ箱が減っていったのでしょうか。その理由の一つとしてよく挙げられるのが、1995年に発生した東京地下鉄サリン事件です。1995年、日本社会に大きな衝撃を与える事件が発生しました。東京地下鉄サリン事件です。この事件では、多くの人が被害を受け、日本中が大きな不安に包まれました。この出来事をきっかけに、日本では公共の安全に対する考え方が大きく変化しました。駅や公共施設では、危険物が置かれる可能性のある場所について見直しが行われました。その結果、一部の駅ではゴミ箱が撤去されるようになりました。もちろん、現在のゴミ箱不足をすべてこの事件だけで説明することはできません。しかし、この事件が公共のゴミ箱を減らすきっかけの一つになったことは確かです。現在でも駅に設置されているゴミ箱を見ると、透明な素材が使われていることがあります。これは中身が見えるようにするためです。しかし興味深いことに、日本人はゴミ箱が減った後も大きな混乱を起こしませんでした。なぜなら、多くの人が別の考え方を持っていたからです。その考え方とは、自分が出したゴミは自分で持ち帰るというものです。これは法律ではありません。しかし、日本では子供の頃から自然に学ぶ価値観の一つです。例えば、小学校の遠足では、
ゴミは持ち帰りましょうと先生から言われることがあります。お弁当の容器やお菓子の袋を自分のバッグに入れて持ち帰ることはごく普通のことです。また、お花見や地域のお祭りなどでも、自分が出したゴミは自分で片付けるべきだと考える人が多くいます。もちろん、全員が完璧に守っているわけではありません。しかし、多くの日本人は幼い頃から繰り返し同じ考え方に触れているため、大人になっても自然に実践しているのです。その背景には、日本独特の教育も関係しています。日本の学校には、海外の人が驚く特徴があります。それは、生徒自身が学校を掃除することです。多くの国では、学校の清掃は専門のスタッフが担当します。しかし、日本では生徒が教室や廊下、階段を掃除します。学校によってはトイレ掃除を行うこともあります。掃除を通じて、生徒たちは自分たちが使う場所を自分たちで維持するという考え方を学びます。また、自分が散らかしたものは自分で片付けるという意識も身につけます。この経験は、大人になってからの行動にも影響を与えていると言われています。街の清潔さは、法律や罰則だけによって維持されているわけではありません。人々の価値観や習慣も大きな役割を果たしているのです。一方で、近年はコンビニエンスストアのゴミ箱も減っています。以前は店舗の入り口付近に大きなゴミ箱が置かれていることがよくありました。しかし現在では、店内に移動されたり、完全に撤去されたりするケースが増えています。その理由の一つは、家庭ゴミの持ち込みです。本来、コンビニのゴミ箱は店で購入した商品のゴミを捨てるためのものです。しかし、一部の人が家庭で出た大量のゴミを持ち込むようになりました。また、ゴミの処理には費用がかかります。コンビニ側にとっては大きな負担になるため、ゴミ箱を減らす店舗が増えていったのです。さらに近年では、防犯や安全対策の観点からも見直しが行われています。こうした状況を見ると、日本人はとてもマナーが良いと考える人もいるかもしれません。確かに、日本では公共の場所でゴミを捨てないように心がけている人が多くいます。しかし、日本人が特別に完璧というわけではありません。観光地ではポイ捨てが問題になることもありますし、イベントの後に大量のゴミが残されることもあります。実際、日本国内でもマナーの悪化を心配する声は少なくありません。つまり、日本人だから必ずマナーが良いというわけではなく、社会全体として清潔さを大切にする文化が比較的強いということなのです。日本の公共意識が世界的に注目された出来事があります。それはサッカーのワールドカップです。試合が終わった後、日本人サポーターが観客席のゴミを拾って帰る様子が海外メディアで大きく報道されました。多くの外国人は、なぜ自分たちが出したわけでもないゴミを拾うのか、と驚きました。しかし日本人にとっては、それほど特別なことではなかったのかもしれません。自分たちが利用した場所をきれいにして帰るという考え方は、学校生活や地域活動を通して自然に身につくことがあるからです。もちろん全員がそうするわけではありません。しかし、その行動は日本社会の価値観を象徴する出来事として世界中で注目されました。近年、日本は多くの外国人観光客を迎えています。観光客の増加は経済にとって良い面もありますが、新しい課題も生み出しています。その一つがゴミ問題です。京都や富士山などの人気観光地では、観光客が増えたことでゴミの処理が課題になっています。特に外国人観光客の中には、日本のゴミ箱事情を知らない人もいます。そのため、ゴミ箱が見つからず困ってしまうことがあります。このような状況を受けて、一部の自治体では観光地周辺にゴミ箱を増やす取り組みも始まっています。つまり、日本社会も少しずつ変化しているのです。では、今後の日本はどうなるのでしょうか。安全対策やコストの問題を考えると、かつてのように大量のゴミ箱が街中に戻る可能性は高くないかもしれません。しかし、観光客の増加や国際化の進展によって、
必要な場所には新たなゴミ箱が設置される可能性があります。日本は今、清潔な街を維持しながら、より多くの人が利用しやすい社会を目指しています。日本にゴミ箱が少ない理由は、一つではありません。東京地下鉄サリン事件による安全対策、ゴミ処理のコスト、コンビニの運営上の問題、そして、自分のゴミは自分で持ち帰るという文化や教育、これらのさまざまな要素が重なり合って、現在の日本の姿が作られています。そして興味深いことに、日本の街の清潔さは、ゴミ箱の数だけによって支えられているわけではありません。そこには、人々の習慣や価値観、そして長い時間をかけて築かれてきた社会の仕組みがあります。もし将来日本を訪れる機会があれば、ぜひ街のゴミ箱にも注目してみてください。きっと、日本社会について新しい発見があるはずです。ありがとうございました。